こんにちは、旅家です。小さな小さな家の中にやりたいことを全部詰め込んだら素敵な暮らしができるはず。そう思い立ち、世界一小さな家を作ることにしました。ギネス記録などを調べてみると、そもそも定義が曖昧でした。私の作りたい家は全てができる家です。キッチン、ベッドはもちろん、トイレやシャワー、洗濯機も完備された家。調べによると 1.8 平米の家が今のところ一番小さい家。ならば私は畳1枚分の家を作ることにしました。 180×90、1.6 平米を目指します。世界一小さい一畳の家作っていきましょう。まずは土台作りです。ベニヤに24材で土台を作ります。どうせなら動く家にしたいのでローラーをつけていきます。土台の完成です。これだけで感動、惚れ惚れしますね。ちなみに設計図はありません。頭の中でイメージして、あとは現場合わせです。その方が大変ですが、創造的で楽しいからです。それに泊まる理由はどこにだって転がっていますしね。今回の家は切り妻屋根のホームベース型。横壁を作っていきます。一人作業なのでジグを作っていきます。時に物理的に頭も使って作業を進めます。四方の柱が立ちました。小さな家の骨格が見えてきましたね。惚れ惚れタイムです。さーて、ここからどうしてこうかな。間柱を入れていきます。30センチピッチでたるきを入れていきます。こちら側には窓と玄関を設置することにしました。玄関は家の形と合わせてホームベース型にしていきます。生活動線をイメージしてみます。かなり狭いですね。でもそれが楽しいんです。屋根部分に柱を渡していきます。
これで全ての柱が入りました。続いては糖質防水シートを貼っていきます。水は弾き、湿気は追い出す優れものです。軽量化のため屋根もこのシートで代用します。本来はアスファルトルーフィングなどを貼りたいところですね。余計な部分をカットします。家が立体物になってきました。おー、家だ。もう家です。扉と窓部分のシートをカットします。杉の化粧板を貼っていきます。今回は斬新な時短テクを思いついたので、扉も窓も関係なく板を張っていきます。ちょっと難しい三角形の部分カットしていきます。うまく切れました。続いて屋根にガルバリウムを貼っていきます。外壁がおおむね腫れたので惚れ惚れする時間です。完成具合を見て惚れ惚れする時間が一番楽しいです。たっぷりと惚れ惚れタイム。壁面の張り切れていなかった部分を作ります。おりゃー、すべて貼れました。ここから斬新な時短テクニックです。マルチツールで後からカット戦法です。これなら細かな寸法を測ってカットの作業が大幅に減ります。おお、切れました。やりました。大成功です。窓の方も後からカット戦法でいきます。カットした部分に枠をつけていきます。戸当たりもつけていきます。やったー、外壁完成。
ご褒美の惚れ惚れタイムです。続いて塗装をしていきます。油性塗料のダークブラック、自作の軽トラキャンピングカーの DNA を引き継ぎます。意外とこの防水塗料だけで雨風をしのいでくれます。これで2年は持つと思います。二度塗りをしながら次の工程を考えます。大きく開いた前面部分、はめ殺しの窓をつけようと思っていましたが、いいアイデアが思い浮かびました。塗装完了です。はめ殺し窓ではなく大きな扉にします。というわけで戸当たりを作っていきます。戸当たり完成です。次は細かな造作です。玄関の扉を作ります。こちらも後からカット線法が役に立ちました。マルチツールが便利すぎます。かわいい扉になりました。地味に難しい蝶つがいをつけていきます。扉完成。小さくてかわいいですね。続いては小窓を作っていきます。アクリル板をカットして木枠にはめ込みます。油性の欅色を塗っていきます。夢中になって暗くなるまで続けていました。急遽扉に変更になった大窓を作ります。難しいホームベース型、最初は計算をしてみました。ですが諦めて全て現場合わせになりました。寸法に合わせてアクリル板をカットしていきます。なかなかはまらず悪戦苦闘。やっとできました。
像通りかっこいいですね。地味だけど難しい蝶つがいをつけていきます。よし、取り付け完了。早速塗装します。私くらいになると農養生で大丈夫。外壁、扉が出来上がりました。お待ちかねの惚れ惚れタイム。この時間でしか摂取できない栄養素がありますね。うひょー。さて、続いては内装編。断熱材を貼っていきます。4センチ厚のカネライトフォーム。昨今のナフサ不足で高価なものしか残っていませんでした。一畳の家にしたおかげで良かったことがあります。規格が合うおかげで寸法合わせがとても楽です。皆さんも家を建てるなら一畳がいいですよ。ナフサ不足でカネライトもなくなりました。2.5 センチ厚のスタイロフォームを貼っていきます。続いて内壁を貼っていきます。 1.2 センチのベニヤを貼ります。これで狭い部屋の至るところに釘が打てるようになります。内壁も後からカット線法でいきます。マルチツールで外側からカットしていきます。開通。窓も同様にカットしていきます。天井は軽量化のため 2.5 ミリ厚の合板を貼ります。タオルが持ってかれました。内壁すべて貼り終えました。すっかり家らしくなりましたね。続いて床下収納を作っていきます。ここには家に絶対欲しかったとあるスペースを作ります。奥側はデッドスペースになるので収納に変えていきます。床板になるベニヤをカットします。9センチかさ上げし、
3つのスペースに区切りました。つい惚れ惚れしちゃいます。内装にはこれまで作ってきたものたちをリユースしていきます。キャンピングカー用に作った曲がりくねったテーブルとミニバン用に作ったシンクテーブルです。これらをリユースしていきます。それぞれ寸法に合わせカットして、まずは奥のメインテーブルを設置していきます。丸みを生かしていい雰囲気ですね。マルチツールで穴を開けてシンクをはめていきます。ポンプをつければシンクの完成です。続いて天井収納を作っていきます。ここにはポタ電が来る予定です。余った部分の丸いテーブル、コンロ用のミニテーブルにします。コンロをはめ込めば完成です。足もつけてあげて可愛らしくなりました。丸みのあるテーブルたち、いい雰囲気ですね。テーブル下に収まる高さにしておきました。続いて電気類の取り付けです。 1000W のポタ電とライト、ソーラー引き込み線です。スポットライトは AC 電源で動作します。テーブルのダウンライトにしたら雰囲気がとてもいいです。まるでホテルの一角のようですね。天井ダウンライトはこちらにセットしました。配線はテーブルで固定します。オフグリッドには絶対必要なソーラーパネルをつけます。これはいつか使うと思って5年くらい前に買ったものです。成仏できる場所があってよかったです。表記では 100W 発電するとのこと。ソーラーケーブルをつなぎます。MC4 と XT60 の端子です。壁穴からケーブルを通しました。
DJI 別売りの XT60 変換ケーブルです。しかしこれは失敗でした。検知してくれず充電されませんでした。後で対策をしようと思います。内装塗装をするために養生をします。よし、塗装準備完了です。内装用水性塗料のホワイトを塗っていきます。狭い家なのでとにかく塗るのが大変です。辛い体勢になりながら塗っていきます。全部塗れました。夜遅くまでかかってしまいました。でも時間を忘れて夢中になれるって楽しいですね。塗装が乾きました。床材を貼っていきます。シールタイプの床シートです。千鳥針で貼っていきます。ここでも1畳にしたメリットがありました。シールの規格がちょうど面積ぴったり。やはり1畳の家、向かうところ敵なしですね。できました。想像以上にいい出来栄えに驚いています。さあお待ちかね、この家一番のギミックです。このくぼみ部分をシャワースペースにします。お風呂用の防水タイルシートを貼っていきます。隅の隙間を覆うようにシールを貼っていけば多分防水できると思います。その上から壁面をシールで覆います。貼り終えました。なんだかそれっぽい。シャワーが浴びれなければ家とは言えませんね。これなら十分スペースありそうです。排水システムを作ります。排水口をつけていきます。これで下のタンクに水が行きます。シャワーカーテンをつけていきます。あれ、カーテンのサイズ間違えちゃいました。これに太陽光で温めるシャワーをセットします。おほほほ、これならいける。
最後に使い勝手のいい折りたたみテーブルを作ります。これが最後の工程です。ニスで塗装すればいよいよ完成です。ついに完成しました。世界一小さい1畳の家。なんと1畳のスペースに家に必要なものすべて詰め込みました。床面積 1.62 平方メートル、180×90 センチの超ミニマムハウスです。これまでの世界記録は 1.8 平方メートルでした。高さはタイヤも合わせて170センチ。室内高は130センチもありません。ですが、この中に全てが詰まっています。30センチ ×40 センチの小さな小窓がいつでも新鮮な空気を取り入れてくれます。なるべく自立型の家にしたかったのでソーラーをつけました。100ワット発電が可能で室内のポタ電に接続されています。出入りも可能な大窓。狭い空間でも開放感があります。この小さな家の顔になってくれてますね。5ミリ厚のアクリル板を使用しているので割れて飛散する心配が少ないです。もともとははめ殺しにする予定でしたが扉にして便利になりました。屋根にはガルバリウム、壁は防水した杉板を使用。タイヤ付きで旅する家の機能もバッチリです。室内に入る際も開口部が広いので苦労しません。この一部屋にキッチン、居間、水回り、寝室などすべてがあります。もともとの玄関は勝手口として利用します。小さな丸いテーブルにはカセットコンロがセットされています。可動式なので調理も楽々できます。メインの机はその時の目的で変幻自在に機能を変えます。超小型の冷蔵庫を設置してみました。何を入れるか、何が入れられるかを考えるのが楽しくなります。最小限のシンクを設置しました。ですが、あるとないとでは生活は大違いです。タンクはなんと10リットル。ちょっと欲張りしすぎました。でも、これだけあれば食事に身支度など困ることはありません。窓の前のテーブルは折りたたみ式になっています。小さなスペースを最大限活用できます。この窓から景色を楽しみ食事ができます。天井収納にはポタ電を設置しました。
ケーブルも変えて今はバッチリソーラー発電しています。電源からはダウンライトを配線しています。省電力ながら雰囲気バッチリ。夕方にライトの明かりを見てみました。まるでゲストハウスの一室のようですね。暖かい光が出迎えてくれます。蛍の光のような儚さ。小さな家には小さな明かりがよく似合います。昼間に戻ってきました。家で楽しいことといえば料理です。小さな移動式のカセットコンロテーブルを作りました。流線形のテーブルはどの壁にもフィットします。ボディ缶で使用できるようになっています。火力も申し分ないですね。座っているこの椅子にも秘密があります。なんとトイレになっています。小さいですがトイレのない家には住めませんね。折りたたみができコンパクトに収納も可能です。この家には一番のギミックがあります。床を外すとそこにシャワールームが現れます。太陽の熱でお湯を作るオフグリッドシャワーです。水は排水口から下のタンクにたまります。防水タイルなので水漏れの心配はありません。1畳の中に十分なシャワースペースが完成しました。ついに出来上がった世界一小さい1畳の家。制作期間は7日間でした。かかった費用はおおむね15万円。材料費は高騰していましたが、いろいろリユースできたのが良かったです。この小さい家がどんな物語を紡いでくれるでしょうか。次回、実際に小さい家で一泊暮らしてみた。チャンネル登録してお待ちください。